現行の量産品の中では、おそらく最強の構成を持つシリーズが、さらにスイッチと BA を追加して登場だ。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TRN がたまに出す、狂ったウルトラハイエンドの値段ぶち壊したろシリーズのうちの一つ、TRN BA16 だ。TRN といえば、強烈なハイエンドモデルが低価格で手に入る、男の夢のようなブランドの一つ、TRN の高級ラインには色々な選択肢があって、ハイブリッドの最上位ラインである、TRN VX Pro旧ドライバや、どうしても価格が上がってしまう、ソーニオンの EST を搭載した、トライブリッドである TRN BAX、そして、低価格モデルながら、ノールズ製 BA を採用し、他社と差別化に成功した TA シリーズに、従来型の超お手頃ながら、しっかりと個性の立っている ST や MT シリーズ、しまいにゃ平面駆動にも手を出して、希望小売価格が最安の、TRN スザクなどなど、もうどっから突っ込んでいいのかわかんないレベルで色々な商品に手を出してる。しかも、それがどれもこれも、低価格を売りにしている他社と比較してもトップクラスに安価だから立ちが悪い。というわけで、低価格で購入を検討するのなら、まず一番最初に出てくる TRN なんだけど、今回は、その中でも、BA16 が属する、フル BA シリーズについての傾向を話していこう。全体の話するとそれだけで30分の動画ができるからな。今回登場した、TRN BA16 は、現行までに発売されている、量産を意識したフル BA モデルの中でも、トップクラスのドライバ搭載数を持っている。BA ドライバは、ハウジングの設計や、組み合わせによって、多様な性格を持つんだけど、TRN の BA シリーズは共通した特徴を持っている。BA らしい、粒立った金属音、解像度の高い音色、そして、全体にあっさりした雰囲気だ。BA16 にはベースになったモデルがある TRN-BA15、片側15ドライバで、こちらも発売当時には、狂ったか TRN？ と噂された機種だ。でも、実際に聞いてみると、15BA のサウンドは綺麗に統合されていて、まるでめちゃくちゃ神経の張り詰めたフラット1ダイナミックドライバのようなサウンドを形成した。今回の BA16 はもうちょっと個性があるかな？付属のケーブルの品質が上がったことなんかも影響していそうだけど、TRN の他のモデルと同様、ソリッド感が増していて、TRN らしい個性がより引き立てられたサウンド、という印象だった。これは、わかりやすい利点を聞くためのものというより、モニター的な運用を前提にしているイヤホンだと感じたぞ。もちろん、このモニター的な音、というのが、ただ面白くない、という意味ではない。BA16 のサウンドは、金属音などが BA15 より前に出てきて、より、BA らしい鋭さを前面に押し出したサウンドに感じられる。付属のイヤピが TRN-T イヤーキップスという、何でもかんでも TRN っぽい金属質で分離感の高いサウンドにできる、という、癖の強いイヤピだから、この、高音域側が引き立つ印象はより補強されている感があるな。片側 16BA とかいう、他ドライバの極地にあるようなイヤホンだけど、ソリッド感が強いのは印象的だ。他ドライバのイヤホンは、数を増やせば増やすほど、お互いが干渉して、マイルドな音色になっていくものが多いんだけど、BA16 は、まるで少数の BA ドライバで鳴らすような、クリアな音の感覚が強い、KZAS16 シリーズとは真逆の印象だな。ちょっと待て、TRN は BA16、KZ は AS16 Pro、そこにドライバの搭載数の違いはないのでは？と、思う人もいるかもしれない。が、甘い。KZ と TRN では命名法則が異なっていて、KZ の場合、両側のドライバ数の合算が型番になるのに対し、TRN の場合、片側のドライバの総数が型番になってる。つまり、BA16 は、超マルチドライバの中でも、かなり多い部類である、AS16 の2倍なんだ。いかに狂ってるか、納得できるかい？今回の BA16 Pro は、前作 BA15 から BA を一発増やしただけではない。むしろ、肝はおそらくこっちだろう。下面にはスイッチがついている。そう、BA16 は、BA15 より感触にしただけでなく、スイッチを使って調整できるようにしたモデル、という意味合いが強いんだ。ちなみに、このスイッチの指示表はパッケージに含まれない。マニュアルは BA15 のものを流用してる感があるな。商品ページで各スイッチ選択を選ぶことができる。スイッチによる変化は小さめで、ネタモードはなし。細かい調整が可能で、性格を変えるものというよりは、一度単位で、高音、中音域、低音域をそれぞれ変動させるタイプの3スイッチだ。BA16 は感触系でソリッドななりに最初から仕上げられているので、そこら辺の最終調整用に使うといいだろう。イヤピ変えた方が体感の変化は大きいかもな。
JRN の特徴として、価格に対して付属ケーブルがえらく豪華なことも挙げられる。JRN は一年ほど、ケーブルの方の充実に力を注いでいた時期があって、その時期に培われたノウハウが投入されたケーブルが付属することが多いな。BA16 の価格だと驚かないけど、もっとお安い価格のイヤホンに、平気でプラグ交換可能なケーブルが付いてくることが多い。今回もプラグ交換可能で、追加出費は不要だな。それから、イヤーピースも、自社開発の上級イヤーピ、JRN-K イヤーチップスが付属することが多い。今回もバッチリ付属、少し前から、全サイズ付属するようになったので、M サイズに適合できる人以外諦めなければいけない、なんてこともないぞ。このイヤホンの前作である BA15 は、15BA を搭載しているのに驚きの装着感だったんだけど、BA が増え、おまけにスイッチまで搭載したのに、装着感は据え置きだ。むしろ、K イヤーチップスのおかげでちょっと良くなってるまである。大型金属イヤホン特有の装着感の悩みは発生しないと思っていいぞ。というわけで、JRN-BA16 は、BA15 のアクセサリーを引き継ぎつつ、微調整用のスイッチも搭載したモデル、ということが分かった。音色についても見ていこう。と言っても基本的にはさっきも話した通り、高音域側がシャープで、より小編成の BA イヤホンを好む人が好みそうなバランス、というのが真の情報だな。3BA のシャキシャキしたサウンドとか好きな人には相性が良さそう。その音色を詳しく分解してみよう。スイッチによる変化を添えてな。高音域、とにかくシャープでクイック。この手のマルチ BA によくある、高音域 BA を複数台重ねることによって生まれるスケール感は乏しく、ただただ鋭く、クイックになる。BA と言われて金属質でクリアな音が好きな人は、BA16 の高音域は気に入るはずだ。中音域、BA15 では、頑張りすぎず、うさんくさくなくと、いい塩梅にまとまっていて、ここが一ダイナミックドライバーみたい、と言われるゆえんだったんだけど、BA16 ではより派手に、よりくっきりと響く、女性ボーカルや、ハキハキとなる中低音域のボーカルに相性が良い。逆に、声量のあるボーカルはちょっと軽くなる。ドライ系、クール系のイヤホンあるあるだよな。このソリッドさが好きな人はとことん好きなので、そこで評価が決まるはず。低音域、JRN 系の BA イヤホンは、基本的に低音が重くならない。低音が重い機種が欲しいなら、KZ 系がおすすめだ。BA16 はその傾向が顕著で、特にサブベースはまるで金属の板バネでも鳴らしているようなインパクト。この軽さと引き締まりがむしろ新しい表現として新鮮だったりする。金属ハウジングのおかげで、余計な残響もないので、たっぷりと軽めだけどはっきりした音を楽しめるはずだ。空間表現は当然広い。自然に広かった BA15 よりも、拡張的な聞こえ方、ドライ、クール系のくっきりしたサウンドの、典型例とも言えるバランスだ。BA16 はおすすめなのか？おすすめだ。もちろんおすすめだとも。この紹介した基本バランスに、ほんのちょっとの調整を加えて、完璧な微調整ができる。それが BA16 だ。BA15 のアップグレード版だけど、聞いてみると BA15 とは印象が全く異なる。BA16 は、BA8 をよりアグレッシブにしたようなバランスで、より鈴の音が響き渡る、楽しめる一台だ。特に、JRN 的な感触サウンドが好きで、かつ特にソリッドな表現が好きな人におすすめだぞ。といったところで今回はここまで、感触系のライバルとの比較は、サブチャンネルの音声感想会でどうぞ。